どうも、うどん屋です。今回はライドラの呪文解説動画、撮っていこうかなと思います。で、ライドラってなかなか簡単そうに見えて難しい戦術で、15になって新レベル来たしやってみたはいいけど、なんか伸びないし全開取れない、なんでだろうみたいな感じで思ってる方、いるんじゃないかなっていうふうに思います。で、気づいたら、そのライドラがいないんですけど、コツとかありませんかみたいなのを僕も YouTube のコメントとかで、よくいただくので、今日はね、その呪文の打ち方、タイミングみたいなのを、解説していこうかなっていうふうに、思います。今日解説する項目は、主に2つで、ライドラ、レイジの呪文とフリーズの呪文を使うんで、その2つの呪文のタイミングだったり打ち方みたいなところですね。何を考えて、何に気をつけたらいいのかみたいなところを、話していこうかなって思います。で、今日もう今見えてるんですけど、RS さんと僕の前回リプレイを3本ですね、紹介しようかなと思います。RS さんが1本で、僕が2本。とりあえず見ていきましょうか。一旦、解説とか何もしないんで、とりあえずこの RS さんの攻めをね、見てください。よく見るレジェンドのテンプレジェンって感じなんですけど、RS さんはね、この配置、フリーズをね、2枠残して前回取っちゃうんですよね。結構ね、すごいですよね、本当に。その2枠残して取るんで、一旦これを見ていこうかなっていう感じですね。15って14の頃と比べて村の火力が上がって、モノリス呪文タワー出たのもそうですけど、呪文の数が変わってないんで、14の頃より難しいはずなんですけど、そうですね、フリーズを2発残して全開っていう感じですね。この後ちゃんと解説するんで、一旦見るって感じですね。僕、ちょっとツイッターの方でも言ったんですけど、ちょっとスランプというか、なんか前回、前どうやって撮ってたっけみたいな、たまになるんですけど、なんかそれになって、結構調子悪いなみたいな感じだったんですけど、このリプを見て、その呪文の使い方みたいなのどうしてるかなっていう風に、ちょっと見たら、また前回ちょっとね、取れるように調子戻ってきたんで、その時に何を見たかみたいなのもちょっと話していこうかなっていう風に思います。で、12時シューターで削って、ライドラ流してですね。レイジ2発撃って、結構、普通のライドラって感じですよね、ここ。初手トームかけて、ライドラ2発レイジで、攻めていってますね。で、あと解説のとこでも言うんですけど、この、呪文で呪文を節約するっていうのをね、やってるんですよね、ほら、RS さんは。これマジすごいなと思って。で、ほらもう気づいたら、あとマルチ IT1 本ぐらいしかないですよね。で、フリーズ2発残して、ロイちゃんのブーメランをね、ここでもう待って、で、ここで投げるんですけど、で、全開って感じですね。さすが。じゃあ解説の方に、入っていこうかなと思います。今日結構、ゆるいって言ったらあれですけど、解説とは関係ないけど、最近の動画でもちょっと解説動画出したんですけど、あんまりガチガチの解説よりはこのぐらいのなんかゆるい感じの方が僕向いてるかなって思ったんで、こんな感じでいきます。で、まずじゃあ最初のレイジの位置なんですけど、これ12時削って、最初のレイジね。ここっすね。まず最初のレイジの位置なんですけど、この久慈川は、このエリクサタンクっていう、ちょっと HP が高い施設と、あとヒーローとマルチ IT に向かったライドラ全部かかるように言ってるんですね。このライドラが入ってて、で、ここに、アチャクイとマルチ IT 打つライドラがこの辺に来るんですけど、ここのライドラもかかるようにレイジをここに打ってるんですよ。キワキワに。で、12時側のライドラもこのモノリスと、この HP が高い、ババキンを早く処理できるようにこの辺にいるライドラがちゃんとかかるように打ってるっていう。はい。分かった人もいるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、一つの呪文で、ライドラ2回目の攻撃まで入るように打ってですね。ちょっと説明が難しいな。一つの呪文で、1回目の攻撃後のライドラがタゲる施設の手前まで入るように打ってるって感じですね。レイジが乗ったチェーンっていうのはすごい強力なんで、これができるだけでも、さっきもモノリスを一瞬で壊したじゃないですか。このモノリスがここにあるんですけど、このモノリスにフリーズを打たずに突破していくんですよ、RS さん。ここでね、フリーズ打たないんですよね、ここで。このレイジをしっかり打つことによって、フリーズ今タウンと投石に打ったんですけど、ここに打って、無駄なモノリスのとこを止める必要がないから、レイジをしっかり打ってれば。だからこれがさっき言った呪文による呪文の節約みたいな感じで、だからレイジで言ったらさっきみたいに、1層目と2層目両方かかるように、ライドラがしっかりレイジの中に入るように、打つっていう感じですね。もうこの辺ないですからね、施設。で、こうね、パッて気づいた方いるかなと思うんですけど、結構ね、ちゃんと、ちょっと今わかりづらいな。この辺かな。結構さ、面になってるじゃないですか、しっかり。この、
面になってるの、わかりますこの、金庫と、クロスと透析と、この、攻めてくる、こっちから攻めてきて、バーッと押し上げてきて、ここ、面になってるんですけど、この面で押し上げるっていうのが、ライドラほんと大事で、ちょっと次のフリーズのとこでも、解説するんですけど、そうですね、次はフリーズの解説で、この辺かなこの辺から打って、フリーズ、最初透析のとこ打ったんですけど、ここでね、注目してほしいのは、そこの、タウンのとこのフリーズじゃなくて、ここですね、ここの、オーデンの像と、クロスに打った。オーデンの像もクロスも、強い説ではあるんですけど、タウンホールとか透析とか、モノリスとかに比べたらそこまで強い施設じゃないじゃないですか。なのにじゃあなんで打ったのって言ったら、この二つの施設が壊せないとこの面が崩れちゃうんですよね。面が崩れたらどうなるかっていうと、ライドラが横打ちされるんですよ。例えばこの、今これ壊すから大丈夫ですけど、タウンホールに向かったライトラでエアスイに吹かれて、ロイちゃんと、ポイズンタワーのポイズン食らって攻撃遅くなって、結構この辺火力高いんですけど、ここが折れなかった時に、この二つの施設が、この真ん中のタウンホールに向かったライドラたちを撃っちゃうんですよね。で、これで、その横打ちされて、ライドラがいつの間にかいないみたいなことになるんで、そのタウンホール、真ん中のタウンホールとか火力高い部分に目行きがちなんですけど、横打ちしてくる施設にも、目を向けることで、そうね、真ん中のライドラが生き残りやすくなって、で、横打ちを防いでライドラ、面で押し上げれるってなったら、他の、こっちの方のライドラも押すけど、全部のライドラが生き残りやすくなるんですよね。だから、ただ単に、エアスイとか透析とかタウンとか、その真ん中の怖い施設にガンガンフリーズかけていくっていう感じじゃなくて、面を整えてあげるって感じですね、フリーズで。で、あと、もう一個、フリーズのところでちょっとあって、こう今バーって攻めてるじゃないですか。で、全開して最後フリーズ2枠残すんですけど、RS さんこれ攻めてて、フリーズ最初に打ったのって残り何秒になってからか、見てますっていうか、多分おそらくみんな気にも留めてなかったと思うんで、またちょっと戻るんですけど、最初ここ攻め始めて、で、この村を攻め始めたのが、だいたい1分じゃないわ、2分20秒とかの時なんですよ。この、これ今、リプレイなんですけど、2分20秒の時にシューター出したんですよね。シューターなんで、30秒から1分ぐらい見ちゃうんで、あれですけど、最初にね、フリーズをね、打った時はね、まだ打ってないですよ。ここでも打ってなくて、で、2分20秒からね、1分20秒今経ってるんですけど、まだ打ってないんですよ、フリーズを。で、こうも打たずに突破して、で、ここっすね。最初のフリーズ。残り50秒ぐらいですね。残り50秒までフリーズ一発も打たなかったんですよ。これ結構すごくないですか？なんでこれできるんだろうって僕考えて。だからもうあと、この村残り半分ぐらいですけど、今、呪文のとこちょっと、見にくいですけど、レイジが1つ、フリーズが5発残ってるんですよ。で、あとロイちゃんと。俺、それは取れるよねっていうね感じなんですけど、じゃあなんで残り50秒までフリーズを温存して、レイジ2発ぐらいで、こう削れてきたかっていうと、僕、二つ理由があると思ってて、今ね、一つは、丁寧なサイドカットですね。この最初やってた。今回12時をシューターで削ってるんですけど、シューターで削ってる段階で、そもそもこの、マルチ IT を折るんですよ。だからそもそもこの丁寧なサイドカットで、シューターじゃない。そのフリーズが必要な施設を、削るっていうのが大きかったんじゃないかなと思います。ここでね、このシューターでマルチ IT をね、折っちゃうんですよね。バグかなんかでマルチ IT の射程に、本当はこんな感じで大丈夫なんですけど、特定の配置だけマルチ IT のターゲ入るみたいなシューターがあったりして、そういうのを気をつけないといけないんですけど、この配置とか、基本、マルチ IT もシングル IT も、シューターの範囲は、その射程外なんで、大丈夫なんですけどね。こんな感じでマルチをね、折ったりして、火力が高い施設をそもそも、もうサイドカットの時点で折るっていうのが、レイジだけで中心部まで進軍できる理由かなっていうふうに、思います。で、二つ目はライドラの HP と攻撃のタイミングを把握してることですね。この、モノリス打つときなんですけど、このバルーンが今タゲ取ってるの分かりますよ。タゲ取ってるの分かって、ライドラ被弾してないんですよね、モノリスから、今。で、今ライドラパッて来て、ライドラの攻撃のタイミングってちょっとむずいんですけど、慣れてきたら、いつ攻撃するか分かるから、もう、すぐ攻撃するのに撃っちゃったら、で、ライドラのレイジって強力だから2、3施設壊れるんで、フリーズ打っても結構芝フリーズみたいな、そこも施設ないのに撃っちゃったみたいな感じになるんで、ライドラの攻撃タイミングをちょっとね、把握しとくみたいな。これちょっとさっきのサイドカットとはちょっと違って、結構慣れの部分になってくるんですけど、RS さんね、すごいライドラ上手い方なんで、もう多分そういうのを、熟知してるから、
こういうフリーズ2枚残しみたいな攻めができるのかなっていうふうに思いましたね。だからフリーズの呪文のコツは、面を意識することですね。はい、次の、前回リップは、僕の前回リップなんですけど、さっきの、RS さんのリップを見て、ちょっと真似してみようと思って、真似してやったら取れた前回リップなんですよ、これ。全部が全部 RS さんみたいに完璧じゃないんで、もっとこうしたらよかったねみたいなところも、言いながら解説していこうかなと思います。まず最初に、3時側、シューターでカットして、で、今度こっちから攻めるですね。これサイドカットっていう感じじゃなくて、この投石を折るみたいな目的で、さっきの場所からシューター出してます。今回結構サイドカット、ここ、ライドラそんなにそれないかなと思ったんで、こっちから行ってますね。でもベビドラで6時カットして、で、こうね、援軍が出てきて、ちょっと待ってから、トームかけて、0時かけます。ここね、もうちょっと奥にしたらよかったね。さっきのモノリス、じゃないですけど、さっきのリブじゃないですけど、もうちょっと奥に行ったら、このモノリスに行ったライドラにも、結構安定でかかるって感じで。今の場所だとちょっと、かかるっちゃかかるかもしれないですけど、ちょっと際どいですよね。もうちょっと奥にかけてもよかったかなって感じですね、このレイジ。こっちのレイジはいいですね、すごく。で、シューターで回廊時に攻めるときのちょっとコツというかむずいところなんですけど、今ここ、さっきの面意識みたいなところで、あったんですけど、これ今面になってるじゃないですか。で、この、投石とロイちゃんがいて、ポイズンタワーかかってるから、ここのライトラ結構攻撃遅くなって死ぬかもしれないから。で、ここ死んだら終わりなんですよ。なんでかっていうと、ここもライトラいるんですけど、一番タウンに近いのここなんですよね。タウンに近いっていうか、タウンに向かう確率が高いの。こっち今、ヒーローでカットしてて、もうこのウィズトがなくなったらこの辺なくなるから、もうこのシングル IT に行くんですよ。このライドラたちは。このウィズトがもう削れるんで。なんだけど、こっちはまだ、こっちに逸れる可能性があるんですよね。3時側に。で、逸れてもいいようにこのシューターで投石とかカットしてるけど、やっぱりこのライドラでターンを落とすのが一番いいんで、このライドラたちだけは絶対死なせないようにっていうのでフリーズ打ってますね。で、このウィズト折れて、案の定なんですけど、こっちに行くんですよね、シングル IT。このライドラが今回結構タウンホール寄りに向かってくれたんで、無事にタウンホール落とせたんですけど、ここでね。で、タウンホール落として、で、投石も削れて、で、このね、ちょっと遅れたけど、このフリーズとレイジはね、多分いらんかったですね。ライドラも残り、さっきの HP の話したんですけど、今 HP 緑ではあるんですけど、このライドラ、今ライドラこの2、3体しか、2体 ?3 体今1体消えたんで2体ですね。で、2体しかいなくて、1体も、このシングル IT にタゲられてて、で、この1体しかいないんですけど、このシングル IT タゲってるんですよね。このシングル IT タゲってるけど、このシングル IT、ウォーデンの像とか、この、イーグルの方に2マス以上離れてるから、2マス以上っていうか2マス離れてるんですけど、だから2マス離れてたらライドラのチェーンって入らないから、このシングル絶対降りたいっていうよりかは、このイーグルとか、ウォーデンの像とか、まだ手持ちにロイちゃんがあるんで、そのロイちゃんをこっちの、9時の方から投げて、こう、クロスで、イーグルやって、このテスラもあるんで、この辺にロイちゃん来た時に、フリーズとレイジャー打った方が良かったかなと思いますね。この奥にチェーンが入らないイーグルじゃない。シングル IT にレイジとフリーズ使っちゃったから、1体のライドラのためだけに、これはね、ちょっともったいなかったかなと思ってますね。ロイちゃん12時からね、出せて結果オーライではあったんですけど、ここもうちょっと、考えれたかなっていう感じですね。はい。こんな感じですね。で、もう一本あるんで、最後のリップいきましょう。最後のリップこれですね。2本とも回廊だったんで、ちょっと、思考を変えようっていう感じで、この、なんていうの、ひし形配置、そういう対象人って感じですね。で、この配置パッと見たときに、イーグルあるんですけど、イーグルあって対空砲4本こっちにあって、だから空きついんですよね、ここ。そんな強い説あるわけじゃないですけど、対空砲が結構痛いんで、で、わざわざ4本ある方にライドラ突っ込ませなくてもいいじゃないですか。で、逆にこっち見たら、投石、この辺真ん中ですけど、ヒーローが、こう4つ固まってて、ポイズンタワー2つあって、エアス吹かれてて、タウンとモノリスあるって、ここ、やばいんですよ。もう殺意がね。この配置、一番殺意高いポイントここなんで、ここがなんとかして突破しないといけないんで、ここライドラ当てるの確定なんですよ。だから、そのライドラ当てた時に、じゃあでも、どうするってなって、こっち側先に削っていきたいなっていう風になったんですけど、ここよりも、やっぱりでもここ全部ライドラ突っ込ませたら、
もうライドラ即死だから、即死ってか、終わっちゃうから、ここをライドラ数体とフリーズレイジだけで取りたい。で、まあ普通に面はこっちから攻めるかなって感じ。でも、ここの、投石たちに、投石とか、まあ中心部にライドラが向かってくれるので困るから、この辺をカットしたいなって思って、まあシューターこの辺から出してますね。はいはいはい。で、シューターをこの辺から出して、まあこの対空砲まで削れるんですよ。まあ、で、まあちょっとこっち寄らないように、ベビードラ出して、で、そうこうしてたら、そうこうしてたらっていうかターンのライドラで落としていきます。2体じゃちょっと厳しいかなと思って3体出してますね。ちょっとビビってますね。で、このフリーズのタイミングうまかったですね。ここ止めて、エアスに吹かれる前に止めて、で、今、このレイジ追加で打ったんですけど、このレイジいらないですね。そしたら、ここ3体出したの忘れてて、こっち1体、で、こっち4体っていう、まあ結構、なんて言うんだろう。ちょっと、面というか、バーってこう均等に出すんじゃなくて、こうちょっと塊とね、その一体だけみたいな感じで分かれて出しちゃったんですけど、別にこれでもいいんですよ。なんでかっていうと、ここに向かいたいから、こっちに出しちゃうとこっちに行くかもしれない。イーグルの方に。で、こっちからその横打ちされて、投石とかマルチ IT から横打ちされるかもしれないんで、こっちに向かわせてからこっち塊で出したんですよね。こういう時は、いいかなって思います。別に。その均等に出さなくてもね。で、まあ面で押し上げていって、で今回まあさっきのレイジとかもあるし、タウンのところで呪文フリーズ2発使っちゃったかな確か。だから、まあ、手持ちがそんなにないんですけど、で、こっち思ったより削れてるから、シューターで。あ、もうじゃあヒーロー、本当はこっちから出す予定だったんですけど、まあ、こっちでいいやっつって、この辺の、なんていうんですかね、裏からこう壊していくっていう感じの、ヒーローの付け方をしてますね。で、この辺りでロイちゃんどこ出そうかなっていう風に考え始めますね。で、今だったら、まあ、イーグル、なんとか頑張ればシューターで折れそう。で、別にでもここでも、こっち側のヒーロー多分削ってくれるから大丈夫ってなった時に、で、この真ん中の、今フリーズで行動してるんですけど、真ん中のマルチ IT と投石が残るんですよ。もう今ライドラ、こうピジョンの時こう消えちゃってこの間もう消えるんですよね。だから、あ、これ残るわと思って、で、ここにロイちゃん投げてますね。これ結構、まあ、ヒーローも、伸ばすためでもあるし、まあ、後半にこのマルチとか残っちゃったらちょっとだるいんで、それでロイちゃん投げて、全開って感じですね。はい、いかがだったでしょうか。今回は、まあ、呪文のレイジのフリーズの打ち方解説して、まあ、最後の方はちょっと呪文以外のシューターとかヒーローとかのロイちゃんのこともちょっと喋りましたけど、まあこんなとこで、動画は終わろうかなと思います。参考になったら嬉しいです。よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。今、チャンネル登録者が1260とかなんですけど、まあ頑張って年内に1500人行きたいなと思ってるので、よかったら、登録してくれると嬉しいです。じゃあ本日の動画はここまでになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。